はい、皆さん、こんにちは。ですね、今日から、シンセサイザーの基本を、オプ6で学ぼうというですね、動画を公開していこうと思っています。で、このオプ6というシンセですけども、ここに置いてありますが、その上にちょっと変わった絵が、これ楽器なんですけどね、置いてあります。これなんと、ビフォークライスト、つまり紀元前300年に、クテシビオスっていう人が発明した水オルガンという楽器なんですよ。なんと今から2300年前にもうすでにオルガンがあった。でこのシステム、ここで説明してもしょうがないんでしないんですけども、水の中に洗面器みたいなのをゴッと沈めて穴開けて、そこから出る空気をリコーダーみたいなこの管に送り込んで弾くっていう、最古のほぼ鍵盤楽器なんですけどね。それが2300年前にあった。そして2300年後に出てきたのがじゃーん、今日これがやりたくて、さっきの紙を持ってきたんですけども、オプ6ということです。最新鋭機ですね。コルグ最新鋭機、オプ6。でこのオプ6の OP っていうのは、オペレーターっていう意味なんですけども、このオペレーターというものを6個搭載するんでオプ6と。まんまですけどね。そういう解釈でよろしいでしょうかね。はい、コルグ関係者の方うなずいておりますので、そういうことらしいです。で、このオプ6でですね、じゃじゃーん、シンセの三大原理を一気に学ぼうという企画でございます。シンセの三大原理って一体何ぞやと。シンセの原理というのはそもそも何なのかと言いますと、これも実は言うと僕が勝手につけた原理なんですけども、三大原理。正弦波合成型シンセ。これ加算型。足し算型シンセ。というかね、足し算型で音を作っていく。からフィルター型。これ減算型って言ってるんですけど、これ引き算型。で、FM 音源。これ乗算型、つまり掛け算型。なんと足し算、引き算、掛け算。割り算っていうのはないんですけども、この3つの音声合成システム。これを称して、福田が勝手にですね、三大原理と言っております。で、シンセサイザーも発明されてから随分経つので、もういろんなテクノロジーが積み重なってきちゃってね、一体どこから手つければ分かるんだというふうになっちゃってるわけですよ。で、僕らなんかはちょうどそのシンセサイザーの発展した年齢に沿ってきてるから、少しずつ積み重ねてきてるんですけども、今特に若い人たちでどっからシンセサイザー、勉強すればいいんだっていう人が多いと思うんですね。なのでそれをなんとこのオプ6台で全部勉強してしまおうと。これが実はねオプ6でできるんですね。それをやっていこうという動画でございます。はい、でですね、まずオプ6。これがオペレーターというものを積んでいるんですけども、6個あります。でオペレーターとは何ぞや。そこから説明します。で、オペレーターというのはここに書きました。はい。オペレーターとは様々な機能の塊です。ハードウェアの塊と思ってください。で、ある意味ブラックボックスですよ。で、鍵盤を押すと鳴ります。はい。音が鳴ります。で、これですね。鍵盤を押されると鳴る。それから基準音程を変えられる。これ今実際にやってます。それからなんとこのオペレーター1個で24種類の波形を出せる。それからこれも後で出てきますが LFO っていうのがかけられる。それから EG、この EG というのも後でやりますがかけられる。でピッチ音量に対してね。つまりこれだけの機能をこのオペレーターと箱が持ってるわけですね。でこれが6個入っているわけです。これは6個入っているのがオプ6でございます。でそのオペレーターの組み合わせのことをアルゴリズムと呼んでおりまして、このオペレーター実際は6個あるわけなんですけども、いろんな組み合わせ方ができます。
で、基本は2つなんですよ。横に置くか縦に置くかね。で、横に並べてやった場合は、このオペレーターと足し算になります。足し算になります。で、もしこのオペレーターというものに正弦波っていう波を出力させて足し算しますと、これ正弦波合成、足し算のシンセといいますかね、音色作りができることになります。で、今度、オペレーターの上にオペレーターを重ねます。そうすると呼び方が変わって、モジュレーターっていう呼び方、キャリアっていう呼び方になります。で、このモジュレーターがキャリアに対して信号を出して音ができる。これが FM 掛け算ということになります。なので、まず基本的にはこの足し算なのか掛け算なのかっていうことがオペレーター同士の組み合わせでできるんですけども、で、さっき、シンセの三大原理というところをちょっと言ったんですけども、このまずを言うと正弦波合成とですね、これ、はい、こっからちょっと勉強したいと思います。はい、で、正弦波合成というのは、まず正弦波という波を周波数の異なる正弦波を足して音色を作ります。どんな楽器やっていうと、実を言うとこれがオルガンなんですよ。で、皆さんもなんとなく実在のものに触れる機会ってほとんどないんですけども、パイプオルガンという楽器がありますね。これはもう中世に発明された楽器ですけども、あれはもう鍵盤に対応するだけ管があってですね、その管を鳴らして、音を作るというか、鳴らす楽器なんですけども、これ管の長さの異なるパイプに空気を送って鳴らす、これがパイプオルガンです。で、そこからややしばらくといいますか、1920年代ぐらいになって、実を言いますとですね、これを電気に変える、電気で同じような発音をするシステムを考えた人がいて、ハモンドさんという人なんですけども、大きさの異なる歯車を電気コイルの近くで回して周波数の異なる正弦波を作る。これどういうことかと言いますとですね、ここにね、電磁石っていうのを用意するわけですね。で、こっちに歯車作って、ここでぐるーんと回すと、電磁石の周りにある電解というのが乱れるんです。で、この歯車の形に沿って電解が乱れたやつを音に変える。で、その歯車の大きさで音程が変わるっていうのがハモンドなんですけども、このように、全部何らかの大きさから周波数の違いを生み出すっていうのが、オルガンの原理だったわけですね。で、今これがシンセサイザーになってますので、そんな中に歯車入ってたりしないわけですね。当然なんですけどね。で、じゃあすごい基本的なところからこのオプ6の使い方にもなるんですけれども、紹介していきたいと思います。まず先ほど言いましたオペレーター、これオプ6ではここに表示されてます。オペレーターの組み合わせ、これをアルゴリズムと呼んでいるとさっき言いました。で、ここのスイッチを押します。そうするとアルゴリズムが切り替えられます。で、アルゴリズムを切り替えるためにはこのつまみを回します。でね、この絵とこのつまみが対応してるんですね。オプ6のまずオペレーションの非常に直感的に分かりやすいところなんですけど、ここ回しますと、はい、はい、絵を見てください、絵を見てください、絵を見てください。絵が変わっていきます。と同時にこちらで光っているつまみも変わっています。なんと1個ずつのオペレーターになっていまして、組み合わせを変えていくと、はい。まず、こう組み合わせ変わってますよね。それから、赤になったり紫になったりしてるのがお分かりになるでしょうか。これは、それぞれのオペレーターが、モジュレーターになったり、キャリアになったりというところで、実は赤になってるのがキャリアっていう。で、紫のところがモジュレーターとなってるんですけども、まずはとにかくですね、横並びで全部赤くなるように変えます。
これ、はい、ここの絵を見てください。これ全部キャリアといって、一個も誰からも影響を与えられてない状態ですね。一個ずつが音を出している状態なんですけども、でこのスライダー一個一個がそれぞれのオペレーターのボリュームになってます。ボリュームになってるんで、今一個だけ見たいので、まずは一つだけ最大ボリュームにいたしました。はい。で、これでまず、音を鳴らしてみます。そうすると、こういう音がします。ポーっていう音ですよね。で、これは、こういう音です。よく聞くと思いますけども。で、これね、勉強にとても良いんですけれども、アナライザーというのが搭載されてまして、波形を見ることができます。はい、2回押します。そうするとですね、はい。はい、見てください。これが制限波。で、先ほど押すと、まず制限波が出ます。音が出ます。そして、基準音が変えられますと言いましたが、ここで簡単に言うと、パイプの長さに、要するにパイプオルガンで言ったらパイプの長さ、ハモンドオルガンで言ったら歯車の大きさに匹敵するものが変えることができます。それを実はここのつまみでやれます。やってみますよ。そうすると、まず1回やりますと、はい。今一瞬レシオ2って言ってたんですけども、レシオっていうのがその基準になる周波数ですね。今、わかります？戻しますと、1オクターブ上がると周波数が倍になります。じゃあ今度もう一個上げますと、今度これは3つになりましたね。そしたら5度上がってるんですね。ミになってますよね。今度はもう一個やります。はい。4倍。こうやってやっていきますと、すごいよね、これね。オシロスコープ付きですよ。これを見てわかるのは、高い音っていうのを簡単に言うと、うねりが速いんだということになります。これすごい、シンサイザーというか音楽上重要なことですけど、高い音ほどうねりが速い。つまりこれを周波数が高いって言います。で、高い周波数を出すためには、自然楽器だったらば、例えば管だったら短くしていかなきゃいけないんでね。短くしていかなきゃいけない。だけど、もうシンセですから、これでできるところですね。ということは、これと同じものが今6個あるわけですよ。これと同じものが6個あるわけです。じゃあ、例えば、今の状態で、隣のやつ、今のを切りました。隣のやつ弾いてみると、同じです。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 同じですね。ただ全部上げたら6倍になるだけです。ね。これと同じ音にしかならない。じゃあですね、オルガンと同じようにそれぞれの、要するにオルガンだったらばパイプの長さを変えてたんですけども、基準音程を変えていったらばオルガンが再現できるということになりますよね。で、これをちょっと、フリップで見てみますと、まずですよ、先ほど、実際に鳴らしてましたが、管の長さと周波数、パイプオルガンの管の長さ。で、管の長さが半分になると2倍の周波数、3分の1になると3倍、4分の1になると4倍、5分の1になると5倍。つまり n 分の1になると n 倍の周波数になります。ということなんですけども。で、これがオルガン。これ、ハモンドオルガンというオルガンの、これ、ドローバーというパーツなんですが、これね、引っ張ると音量が上がるんですよ。引っ張ると音量が上がる。今全部引っ張り出してある状態になっていて、ハモンドオルガンというのは、ハモンドに限らずですよ。オルガンには、フィートっていうのが必ず出てます。これが元々の
パイプオルガンの長さと同じっていうことですね。でね、16、5と3分の1、8、4、2、2と3分の2、2、1と5分の3、1と3分の1、1って書いてあるんですよ。これはオルガン共通で書いてあります。どこのメーカーのオルガンもこうやって書いてあります。こういうね。で、これが16っていうのは16フィート。で、1フィートっていうのは 30.48 センチなんですよ。だから16フィートって言ったら4メーター80センチくらいの管ですね。管があって、そこに空気を送り込んだ時に出る音程。で、基準音がここです。で、実を言うと、オルガンっていうのは隣が5と3分の1。5と3分の1ってことは16を3で割ってます。3で割るってことは3倍の周波数が出るということなので、これは実を言うと、ここのソの音程が出るんですね。と、ド、ソ。で、次、管の長さが半分になります。半分になるイコール2分の1になる。2分の1になるということは2倍の周波数が出て、2倍の周波数が出るということは1オクターブ上がるということなので、ド、ドとなります。で、そのように全部出ていまして、実を言うとオルガンのドローバーというのは、下からド、ド、ソ、ド、ソ、ド、初めてミっていうのがここで出てきます。ソ、ド。じゃあ、これと同じことをやってみましょうと。で、今ですね、オペレーターは6つなんで、まずは6つで作ると。ド、ド、ソ、ド、ソ、ドっていうのを、作っていくということをちょっとやってみたいと思います。はい。じゃあ、どうすればいいかというと、わかりやすいように、まずは変えたいものだけやっていきます。で、非常に重要なことなんですけど、オペレーターを使うシステムだと、どのオペレーターを今操作しているかということが分かんなくなっちゃうと、わけが分かんなくなっちゃいます。なので、注意するのは、どのオペレーターを今いじっているのかということを分からなくならないようにする。で、今、オペレーターの1番だけ鳴る状態になっています。で、今、アナライザーは、とりあえず無視して、例えばこの辺のピッチというスイッチを押します。はい。そうすると表示が変わりました。で、今、レシオ1。これがだから基準になっている1という音程であるということがわかります。で、ここで重要なんですけど、オルガンなので、オルガンっていうのはパッとしたら音がペーってまっすぐ出るんですよ。で、今実はこれプリセットでそういうふうになってなくて、少しこう出てヒューって下がるようになってるんですね。これをまず直していきます。で、直すためにはまずレベルってところを押してください。そうすると、詳しく説明は、後でしますが、エンベロープジェネレーターって絵が出てきますので、じゃあこのエンベロープジェネレーターのサステインというレベル、こいつをとにかく、はい、100にします。ですか。で、これと同じことを、オペレーターセレクトで押すと、2番に対しても100、3番に対しても100、4番に対しても100、5番に対しても100、6番に対しても100。はい、全部。これで今、全オペレーターがキーをしたら最大レベルでバッと音が出るという状態になったんです。これオルガンと全く同じ状態になりました。さあ、そしたら今度ピッチ戻りまして、はい。まず、1番のオペレーターは、ピッチが1、レシオが1です。さあ、そしたら次、ハモンドオルガンと同じにするためには、ハモンドオルガンと同じにするためにですね、隣の、オペレーターをソにしたい。ということは、これ3にする必要があります。じゃあ、はい、今こうですね。1は作業が終わったので、2を上げて2に切り替えます。これ忘れないでね。これ忘れないといつまでたっても1をいじってることになるので、これよく陥るんです。はい。で、これで今2が鳴っています。で、これを1から今ここを使いました。こっち使ってもいいんですけどね。そうすると、こっちがド、こっちがドとソになりました。じゃあ今度は隣のオペレーター。これはこの絵を見ますと、はい。
3個目のドローバーなんでドにする。1オクターブ上げたい。で1オクターブ上げるにはここを2にします。そうすると上がってますね。はい、で今これでここまで来ました。じゃあ今度は4つ目のドローバーですね。4つ目のドローバーは4フィート。4フィートということは、元の16フィートの4分の1になる。そうすると音頭の高さはドになります。ね。さっきの1オクターブ上になりますね。そうするとここに、先ほど決めたレシオ2だったんで4にすれば2に対して4。ではいきます。いいですか、オペレーター4番をいじります。ここを絶対分かんなくなるようにしてください。はい、これでここまで来ました。はい。今度は、5個目のドローバーを作ります。5個目のドローバーは1、2、3、4、5。ここでソの音程です。さっき決めたソの1オクターブへのソになるんで、レシオは3に対して6。これを、作っていきます。はい、5。それからオペレーターセレクトで5番にします。で、では、で、これで、まで来ました。じゃあ今度は、6個目のドローバー。6個目のドローバー、1、2、3、4、5、6。これもドです。で、先ほどのドの1オクターブですね。だから最初からすると1オクターブへ、1オクターブへ、1オクターブへ。随分高いドになりますけれども、ここはレシオは8に設定すればいいことになります。切り替えます。そして8にします。はい、これでドローバーが完成しました。じゃあこれで実際にこのドローバーを同時に上げることでウェーブがどう変化するか、これをアナライザーで見てみます。はい、まずこれだけだと制限範ですな。で、1オクターブ上のドをこれに混ぜる。波形と音色が変化してますね。で、さらに、混ぜていきます。いろいろね。で一個ずつ足していくと和音に聞こえるんですけど、弾くともはや和音には聞こえないと思いますね。で、ここに残っている、これはソの音程なんですけど、これを足すとですね、ちょっと癖のある音程になります。下の3本だけでやるとよくわかるんですけど、これに対して、これで後から足すとソの音だなとわかるんだけど、一緒に鳴らすと、全部上げるってことはほとんどあんまりないんですけども、これ全部同時に鳴らしてしまえば、で、このドローバーの位置でさまざまな音を作っていくというのが、オルガンの、要するに正弦波合成の考え方ですね。これが全くだから、オルガンをシミュレーションした状態で、ただの足し算をやっているという状態になっています。で、ドローバーが足りないのでちょっとズルをしてですね、例えばここね、
これは今ここに本来だとこの1オクターブ上の音っていうのが、オルガンには出るんですけれども、その時はこのオプ6ならではの手でですね、このオペレーターの6番に割り振ってあるこの8の1オクターブが同時に出るような波形というのが実を言うと選べるんですよ。そうすると、それはここを変えていくことなんですけども、はい、ここをやっていきますと、アディティブ1たす2っていうのでですね、そうするとこれ実を言うと、これだけで、さらに1オクターブの音が鳴ってる状態になります。そうするとこれでドローバー7個あるのと同じことになりますね。というやり方もできます。で、今本当にノーエフェクトでオルガンを作っているんですけれども、でこのやり方以外に、例えば今はこの本当にシンセサイザーのみなんですけど、エフェクターをこれに加味すればもう本当にハモンドオルガンチックにできたり、教会オルガンチックになったりします。でそこら辺っていうのはもうこのエフェクターの使い方なので、ある意味僕の中ではちょっとシンセサイザーの使い方っていうのとちょっと違うんで、今はもうあえてエフェクターかけません。エフェクターかけないで、これだけで説明していきました。で今オルガンなのでもう本当にまっすぐな、音の出方、どの、オペレーターもですね。というふうになってるわけなんですけども、実はオルガンにはパーカッシブっていうかパーカッションっていう、音があって、コツンっていう短い音を出せたりするんですよ。でそれが出るとまた雰囲気が出るんですね。でその作り方をちょっと説明してみたいと思うんですが、ただそれを分かるためにはエンベロープって先ほどちょっと飛ばしたんですけど、エンベロープっていうことを理解してもらわないといけなくて、でこのオペレーター一個一個に全部エンベロープジェネレーターが入っています。入ってますから、この中のどこかの音色をコツンっていう音に変えてしまうと、パーカッシブなサウンドのあるオルガンに変えることができます。で今試しにオペレーターの2番、これのエンベロープを変えてみたいと思います。ただエンベロープに関してはこれはもうすごい重要なことで、シンセサイザーでは、避けて通れないところなんで、説明をします。でエンベロープジェネレーターというものがシンセサイザーに必ず入ってます。入ってない、ものはシンセじゃないです。エンベロープジェネレーター必ず入ってます。ただしオルガンには入ってないわけよ。だからエンベロープジェネレーターっていうのはいわゆるシンセサイザーと呼ばれるようになってから出てきた機能なんですけども、簡単に言うとある出力に対してそれをコントロールする電圧を生む装置なんですけども、でここにアサインしたパラメータのレベルと書いてありますね。これでだから何にでもアサインできるわけ。実を言うと音量にでも後からやるけども、フィルターにでもピッチにでも LFO のスピードにでも何にでもアサインできるわけです。それをコントロールする電圧の変化を作れるのがエンベロープジェネレーターと言います。で簡単に言うと鍵盤を押してから何かが変化する時間を作るんですね。これがエンベロープとジェネレーターと言います。で要素はまず鍵盤を押してからピークに行くまでの時間、これはアタックタイムと言います。から下がる時間、これをディケイタイムと言います。次、鍵盤を押している限りそこで維持されるレベルをサステンレベルって言うんですね。でさっきオルガンはこのサステンレベルが100だから全部上げましょうって上げたんです。なのでその状態だと上がりきってますからディケイタイムというのは意味がなくなります。いいですか。サステンレベルっていうのは100であればディケイタイムは無意味になるということです。でサステンレベルを100よりも下がっていればディケイは設定しても意味がありますね。
で、これを押してる限りそのサステインレベルで維持されます。つまり、維持されるというのをサステインしているレベル。で、キーを離してからレベルが0になるまでの時間をリリースタイムと言います。で、これを作って、これをどれくらいの強さでそのパラメータにアサインするかというのが EG-depth という表現になるんですけども、基本的にはアサインするものがボリュームである場合は EG-depth というのはほとんどないですね。もう単純に A、D、S、R で作ったものがそのままパラメータに反映されるということになります。じゃあ、口で言ってそのパラメータとか言葉が出ることをって思うと思うんですけども、まず音量のエンベロープジェネレーター。これを実際に動かしてみます。で、今、これは先ほどエンベロープジェネレーターまっすぐに変えました。で、今、オペレーターの2番をいじるので、オペレーターセレクトで2番に変えます。そして、レベルを押します。そうすると、はい、さっきのエンベロープが出てきます。ここにまっすぐになってますね。はい。で、今、アタックタイムはないんです。もう押したらすぐ音が出るわけ。そして、押してる限り続いて、ふっと消えると。ほぼね。で、これをですね、パーカッシブにしたいということは、押したらコツンって言いたいわけです。ということはさっきの絵で言いましたけども、サステイレベルが最大である限りは、コツンって言いようがないのね。まず下げます。サステインレベルを下げるためには、ここを下げます。ほら、下がっていきますね。で、これね、極端なことやりますが、0までします。そうすると、はい、見てください。今、アタックタイムというのが0なので、鍵盤を押すとすぐに音が出て、ディケイで下がります。弾いてみます。わかります？今全くもう伸びなくなっちゃってます。で、これを今、今回で消えてますが、さらに短くするためには、ディケイタイムを短くします。こうなりました。さあ、これをオルガンに混ぜてみますと、こういうふうに弾いた瞬間にコツコツコツっと音が聞こえるので、よりアタッキーなニュアンスが出るということです。今だから、パーカッシブの音を作るためのエンベロープの作り方。これすごい簡単ですよね。これでいい。で、これもディケイを長くしていけば、表示されるのはディケイがどれくらいの長さであるかということです。これをはい、これがオルガンにパーカッシブなニュアンスを足すというためのエンベロープジェネレーターの使い方です。で、基本的には制限波構成というのはオルガンなわけですよ、基本はね。で、実は、デジタルシンセサイザーになってから制限波構成で、音を作るっていうオルガン以外のシンセも存在しなかったわけではないんですけれども、基本的には、制限波を足していって音を作る代表的な楽器はオルガンであると。で、オルガンを作るためには、基本的にはもう FM の機能は全く使わないで、オペレーターを横並びにして、それぞれにピッチを変えて、そして、パーカッションが必要だったら、ちょっとだけエンベロープを変えて、音を作ることができるということが、まず、オプシックスが使った制限波構成の音色作りです。なわけなんですけども、実はオプシックスのオペレーターは制限波以外の音も出せますので、これで今、こういう音にしてますけども、一個だけ、例えばね、オペレーターの1番の音を、こうですね。今これは制限波になっているわけですね。サインと書いてあります。これ制限波が出てるわけですけども、これを違うウェーブにしてしまってみましょう。例えばね、
ソー、ノコギリ刃。そうするともうオルガンでもハモンドオルガンのイメージじゃないものになります。だからいわゆる電子オルガンっていうニュアンスのオルガンというのが1960年代ぐらいで安価でいっぱい出てきたんですけども、そういうタイプのいわゆる電子オルガンの音色もそれぞれのウェーブを変えてやるだけで無限にバリエーションが作れるということになります。以上、FM なんだ、FM ができるのにあえて FM の機能を全く使わないで、オルガンをシミュレートしたりするという、やり方をちょっとやってみました。なので基本的にこういう形でこういうふうにドローバーが混ざるとこういう音色になるんだなっていうのは、もう自由自在にコントロールできますので皆さんで、ぜひですねやってみてください。で、オルガンはオルガンで、さっきエフェクター使わないよって言ったんですけども、エフェクターを使えばですね、すごくそれっぽい音になるわけですよ。簡単にね。最後に、それはもうシンセサイズと僕は呼びませんが、一応こういうことができますよということで、やってみますと、一番簡単なのはレズリースピーカーというのがあります。ロータリー、そうだ。ロータリースピーカーというのがあります。で、ロータリースピーカーをもう一気にそれっぽい感じになってしまいます。ということですね。もうエフェクターを使うともう一気にもうそれっぽい音になっちゃうんで、なんかある意味なんていうかな、エフェクターに頼った音作りっていうのはもちろんそれ正当なんだけどね、シンセサイザーとして音を作るっていうのとはちょっとまた別のジャンルで考えたいなと思ってるので、なるべくこのエフェクターをかけないでこれからもちょっとシンセの音作りというのをやってみたいと思います。というわけでまず今日は第1回ということで正弦波合成。要するにオルガンをオプ6で作るということをやってみました。それではまた次回お楽しみに。はい、実際の、本物のオルガンですね、コルグの。で先ほどのドローバーの説明、ですね、これを実際に鳴らして確認してみましょう。先ほどこれを使って説明したんですけどね、16フィート。5と3分の1フィート。8フィート。4フィート。2と3分の2フィート。2フィート。1と5分の3。1と3分の1ですね。だから、これは全部ドなんですね。これは全部ドなんです。これは全部ド。で、これと、これ全部そうなんです。一個だけミが混ざってる。ということですね。だから全部引っ張って鳴らすってこともこれロックではあります。やりますけど、あんまりロックじゃないときはこれもうここら辺の混ぜ方で音色が変わる。ということですね。これで正弦波を足していって音色を作るのがオルガンです。ただもちろん正弦波
ここでドルオーバーで決めちゃったら別に弾きながらそうこう変わるってことはない。ただ演奏しながらみたいなことはやりますけどもね。ということです。これがオルガンでございました。これがフィードですね。フィードと音程の関係を覚えておくといいと思います。というわけでした。これがオルガンでした。